黒賀義則さん、当時21歳。爆心地からおよそ1キロ離れた西白島町の広島陸軍幼年学校で被爆。校舎の下敷きになり、体中にガラスが突き刺さって大怪我をしました。その後、避難先で脱毛や発熱、死の反転にも苦しみましたが、奇跡的に回復し、翌年まで衛生兵として救護活動に従事しました。一人でも多くの人に、あらゆる戦争は二度と起こしてはいけないと伝えたいと語ります。今のお城のネタの幼年学校の弊社へ変わったんです。それでそこで私責任者として室内に20数名いたのをね、窓際で人名を書いていた。そしたらあれが原爆とは知らなかった。西松にね、弾薬があったからそれが爆発したんだと思って、全体が電報がね、閃光の光でね、何にも見えない。これ早く外へ出なきゃいけない思って、時間がねどのぐらい経ったか私もねはっきり覚えてないよ。気がついてみれば弊社は潰れ、私の足の上に針がもたれかかって動きは取れない。後ろを振り向いてみればもう血だるまで何にも語らないのがねえ。それかもえば首だけが止まるとにが助けてくれいうのはね、これはもうどうせダメだと思って諦めていたら、外部からね救助の方がで外へ出していただいて、もうね足はしびれてね、外で被爆したものなどは皮が真っ黒になったり、皮膚が垂れ下がって亡霊のようにね、水くれ水くれね、もうその時に水を飲んだら死ぬ、水を飲ますないうね情報が入っていた。将校の方がね私に軍と預かってくれないかいてね、もうそんなもんじゃないね一切ね。幼年学校の建物はねしっかりしとるから持っていたんよね。それだがまあ原爆のねこの爆音の恐ろしさはどれだけの威力があったんか思うてね、見ればもう屋根の上には瓦は一枚もないね。広島でも見ればね、広島でもね頭を形のないよね木くずを崩したようなね状態を私見てた。でここにいたら女の子かな思ってね、川端入れてみりゃ川端にもう多くの方がうずくまってね、もうね早くここからね山手の方へ持ってね。
途中までは、ね、足を引きずりながら途中から動けなくて荷車かなんかにね乗せていただいて下の山の方へね避難した。そこで2、3日休養してね、病院はどこ行ったろうか思ってね、私今の陸軍病院行って、あれは鉄筋であって中にね私と一緒に教訓だね中原修というのはね無傷であったんですよ。ね、早くね外部へ避難すればよかったのにね、そこに長くいたために、ね、放射能が立みにねとうとうね1ヶ月ぐらいでね亡くなっとるんよ。それが壁の隣の亀山村に小学校病院に開設したって、そこへ勤務の周辺にね広島陸軍病院の医薬品やらいろんな機材がね民家に格納しちゃったんです。私は看護兵でないから衛生材料機材の方の専門でね、私軍隊でもねもうねメスを作るなんやら病院にね不意ごやらね何もあったんですよ。今駐車場一本一本あるんやがね、あれもねみんな遠いね角度あって30度でね駐車場も東京だ。翌年のね21年のね2月の終わりまでね私止めた。1ヶ月ぐらいしてね死の反転が体中へね飲みが食ったようながね体全体へでね死の反転じゃなくいやこれは飲みが食った後だろうったらそうでなかったよね。そしたら熱がね40度ぐらい、髪の毛はおつら抜け歯茎から血が出たりしてね、隣を見れば課長が一くて生きながら腕が湧いてるんよ。廊下でね私がお熱に侵されとるから最後だから見に来たろうじゃないかいうのが私の耳へ入って何くそこのぐらいが熱にまくせになるもんか思ってね頑張ったね。1ヶ月ぐらいかね常にねなんですよ部員がねブドウ糖やジャッカルをね私にしてくれたから早く回復した。これが私他のところへ何してたら私現在ここにいないと思う。原爆で下敷きになった時の傷、それでね体内へもね破片がこの人差し指もねただね当たれば痛いんじゃがただね
ね、病院でね、ちょっと台風があってね、そこでね、レントゲン始めたらね、光るもんがあってね、それも出してもらった。白血球が普通のね、6000から7000あるの。それが3500から4000ぐらい。なかなかね、白血球が増えんのにね、苦労してきましたよ。どの人間よりはね、体が弱いことはね、実際体験してるにはね、それじゃがね、この占では絶対にね、負けず嫌いだから、どこまでもね、それでね、大工仕事をね、そこでもね、人に負けたくないから、それで私は大工してもね、そこの家を建てたらね、自分が住むんだと思ってね、やってきた。こうしてね、私生かさせてもらおうとのが本当不思議なんですね。もうこれからもね、一人でも多くの方にね、原爆走り、あらゆる戦争は二度と起こしてはいけないことをね、訴えたい。